この番組では文学に興味のある方がより読書を楽しむために物語の流れをアニメでわかりやすく解説しています。今回のテーマは、ある他人を完全に理解するのは可能かです。皆さんこんにちは。今回は海外でも人気が高い日本の作家村上春樹のねじ巻き鳥クロニクルという作品の第1部泥棒かささぎ編を解説します。仕事から帰宅する時刻が日増しに遅くなる妻から突然いなくなった飼い猫を探してほしいと頼まれる失業中の夫。奇妙な人々と出会ううちに近所の空き家にある枯れた古井戸の存在を知り、社会にはびこる暴力について向き合っていく物語の前半部分です。全3編が3冊で完結する謎が散りばめられた長編ストーリーですが、リズミカルで読みやすい文章なので、読書慣れしていない幅広い年齢層でも親しめる作品です。第1部の主な登場人物はこの4人。30歳で仕事を自主退職し、失業中で法律関係の転職先を探している岡田徹と、主に自然食品の雑誌を編集する仕事で家計を支える妻の岡田久美子。彼女の兄で経済学を専門に本の出版やテレビのコメンテーターとして活躍するエリートで独身の綿谷昇。そして彼らと親しかった個人の遺言に従い、形見の遺品を届けに訪れる戦争経験者の間宮徳太郎氏です。飼っていた猫が失踪したのをきっかけに、普段の生活では見過ごされていた人々の抱える心の闇が次々と明るみに出されていきます。悪化していく運の流れは、消えた猫を探すことで改善されるのでしょうか。2ヶ月前に勤めていた法律事務所を辞め、失業中の岡田徹。家でラジオの泥棒かささぎという序曲を聞きながら、早い昼食のスパゲティを茹でていると電話が鳴り、知らない声の女が、10分間時間をくれたらお互いを理解できると思うの、と話しかけてきます。どちらにおかけですかと尋ねますが、女はどうやら徹が失業中だということも知っている様子。しかし電話が唐突に切れます。しばらくして仕事中の妻、久美子から電話があり、1週間前から家に戻ってこなくなった飼い猫を探しといてほしい。家の裏にある路地の奥の鳥の石像がある空き家の庭にいると思うから、と言われる徹。近所からギーッとネジを巻くような鳥の鳴き声が聞こえます。今までこの鳥の姿を見たことはなく、久美子がねじ巻き鳥と名付けていました。庭のブロック塀を乗り越えて結婚した当初から飼っていた猫を探しに、徹が林家で挟まれた路地を歩いていると、近所に住む女子高生の笠原芽衣に声をかけられます。バイクの事故でしばらく学校を休んでいると言い、徹を自分の家の庭に招いて、デッキチェアに座りながら、鳥の石像があるそこの空き家に住んでいたのは宮脇さんというまともな一家だったと徹に説明します。家に帰って徹が食事の支度を済ませると7時半に久美子が帰宅します。仕事が忙しいのか、彼女はこの一月ほどの間に帰宅時間が遅くなっています。一緒に夕食を食べながら徹が猫を探しに行ったが見つからなかったと話すと、久美子はきっと猫は死んだのよと言って泣き、電話のベルが鳴り続けます。ある日、徹が家で昼食の用意をしていると、加納丸太という女性から電話があり、誠に唐突だが、岡田徹様と本日お目にかかれないか、との申し出を受け、4時に品川のカフェで待ち合わせをする約束をします。初対面で目印にするための水玉のネクタイがどこにも見当たらず、仕方なくそのまま約束したカフェに入りますが、赤いビニールの帽子をかぶった加納丸太が先に徹を見つけ、席に座ります。加納丸太という名前は彼女の本名ではなく、体を浄化する水の修行で3年住んでいた丸太島から取ったものだと説明し、バッグから5歳年下だという妹の写真を取り出します。加納丸太が言うには、妻久美子の兄である綿谷昇が写真の妹を暴力的に犯したとのこと。
もちろん岡田様を責めるつもりはなく、その事実をただ徹に知っておいてほしいだけだと言います。そして要件は、久美子から依頼があった飼い猫探しのことで、加納丸太は、猫がいなくなったのは流れが変わったせいだ、と言い、徹の水玉のネクタイは家以外の場所で見つかると予言します。家に帰って加納丸太と話したことを仕事から帰宅した久美子に報告します。徹は結婚当初から久美子の両親や兄の綿谷昇と険悪な関係でした。しかし彼らが信頼を寄せていた本田さんという老人が勧めてくれたおかげで結婚することができ、久美子と定期的に本田さんの家を訪れていました。本田さんは若い頃、ノモンハンの戦争に従軍し、砲弾で鼓膜をやられて耳が遠いのですが、ある時徹の質問に、流れというのが出てくるのを待つのは辛いが、待たなければならん時もある。その間は死んだつもりになればいい。水には気をつけなさい。と話してくれたことがあります。ですが徹が久美子の父親と喧嘩して以来、本田さんとは会っていません。寝る前、久美子が水色のネクタイについて、半年前に駅前のクリーニング屋に出したまま取り忘れていたことを思い出します。翌朝、徹は早速駅前のクリーニング屋に向かい、幸運にも水玉のネクタイが見つかります。ギーッとねじ巻き鳥の鳴く声が聞こえ、徹が猫を探しに雨の路地へ入ると、笠原芽衣に再会します。学校に行かず、最近はカツラメーカーのアルバイトをしていて、今度一緒に働いてみないかと失業中の徹を誘います。そして彼女の案内で、宮脇さん一家が住んでいた空き家の庭に入り、そこで放置されていた枯れた井戸を目の当たりにします。ある朝、加納丸太から電話がかかってきて、もしご予定がなければ、本日の午後、先日写真でお見せした妹の加納呉太が私の代理でお宅に伺います、と告げられ、徹は訪問に来た加納呉太を家に招き入れます。彼女の本名は加納節子で、呉太島には行ったこともないと前置きしてから、徹に了解を得て、台所と浴室の水をそれぞれバッグから取り出した2つの瓶に採取します。用件を終えて帰ろうとする加納呉太を引き止め、いなくなって2週間になる猫の行方を尋ねる徹に、これは見た目よりももっと長くなる話になりそうだと姉が申しており、もし何も予定がなければ私自身のことをお話しさせていただきます、と申し出ます。加納呉太は3人兄弟の末っ子として生まれ、姉の上に1人兄がおり、姉の丸太は幼い頃からいろんなことを言い当てる特殊な能力があり、成長とともにその力を強めながら、水の蘇生が人間を支配しているという信念から、高校卒業と同時に完全な水を求めて海外に行き、妹の呉太に手紙を書き送りながら、転々と放浪生活をします。10代の頃から頭痛や腰痛、骨折など、全身のあらゆる肉体的な苦痛に悩まされ続けていた呉太は、自分の人生に失望し、相談した姉マルタからの手紙には、もう少しだけ辛抱してみてもいいのでは、ということで、20歳になったら自殺しようと決意します。大学に入って交際した相手との初体験でも苦痛しかなく、それが原因で別れることになり、兄の新車を借りてマンションの壁に突っ込み、自殺を図るも、ほとんど怪我をすることもなく一命を取り留め、車や壁の修理費で300万を超える借金が残りました。しかしその事故以来、彼女は体の痛みが完全になくなったことに気づきます。借金返済のため体を売るようになると、借金を返済した後もヤクザに雇われて乗客相手の娼婦になり、痛みどころかすべての感覚を失っていたある日、綿谷昇に出会ったのです。それまでじっと彼女の話を聞いていた徹が、台所からコーヒーを運んできたとき、加納呉太の姿はありませんでした。ある日、庭から入ってきた笠原芽衣に誘われて、徹も一緒にカツラのアルバイトへ出かけます。二人で街角に立ち、通りを歩く男性の薄毛の進行具合を3段階に分けて数える仕事で、調査を終えるとカツラ会社によって報酬をもらい、妻の久美子が仕事から戻る前に帰宅します。数日後、郵便で間宮徳太郎という人物から封筒が届きます。本田さんの古い知人らしく、2週間前に自宅で亡くなった本田さんの遺言に従い、岡田徹様宛ての形見の品を受け取っていただきたいと手紙に記してあります。
久美子はその夜遅くに帰宅し、今日の午後、兄の綿谷昇から電話があったことを報告します。彼は新潟の選挙区から叔父の後を継いで国会議員に出馬するそうです。久美子には昔、食中毒で亡くなった5歳年上の姉がいました。綿谷昇は学歴だけを優先させる両親の価値観と期待を一身に背負って歪んだ少年時代を送り、姉が死んだ数年後、彼は母がしまっておいた姉の服を取り出して匂いを嗅ぎ、自慰行為をしていたのです。優秀な成績で東大の経済学部を卒業し、経済学の本を出版してメディアで取り上げられ、テレビの討論番組でもコメンテーターとして相手を次々と論破して話題になり、今や綿谷昇の名は世間でも知れ渡るようになりました。そのような過程の中で誰も久美子の言うことに耳を傾けなかったと言います。飼いたくても飼わせてもらえなかった猫。結婚を決めた時に初めて会いに行った時から、徹は綿谷昇に憎しみのような嫌悪感を抱いていました。3日後の朝、徹が妻と朝食をとっていると、間宮徳太郎氏から、もし都合が良ければ午前中にお宅へ伺いたいと電話がかかってきます。仕事に出かける前の久美子に頼まれ、ワンピースの背中のジッパーを上げると、オーデコロンのとてもいい匂いがします。ハンドバッグを持って妻が出かけた後、家のゴミをまとめていた徹は、彼女の部屋のくず箱からリボンのついたデパートの包装紙と高価な香水の外箱を見つけます。男からのプレゼントなら妻とはかなり親密な関係のはずだ。さっき妻がつけていたオーデコロンに考えを巡らせているところで電話が鳴り、謎の女からあなたの周りを見回してごらんなさいと告げられ、玄関のチャイムが鳴ります。訪ねてきた間宮さんは左手が義手の礼儀正しい老人で、家に招き入れると丁寧な物腰でお茶を飲み、本田さんが徹に残したというほとんど重みのない形見の品を取り出します。徹はどのようにして本田さんと知り合ったのか、いきさつを尋ねてみます。この長い話は今まで誰にもしたことがありません。と前置きしてから間宮さんが話し始めます。間宮さんは第二次世界大戦前の日中戦争の頃、少尉として満州国の新疆にあった軍参謀本部に着任し、内地で地図を専門にするかなり楽な勤務の部署に所属していました。ある日上官に呼ばれ、そこで引き合わされた山本という諜報部員らしき手だれの職業軍人と同行し、少数4名で国境地帯の調査をしてほしいという任務が下ります。他2名はいざという場面で頼りになる浜野軍曹という大男と間宮少尉と同じく内地から送られてきたばかりで実務経験の少ない本田伍長。間宮少尉が春羽川流域の地図を担当していたので指揮官に選ばれたのですが、実質的に指揮を取るのは山本でした。日本軍が統治している満州国と国境線をめぐって対立するソ連や外蒙古とは一触即発という中、4人は数日の準備の後、汽車やトラックを乗り継いで、国境である春羽川の監視所に到着します。そこから馬に乗り換えて、2日間何事もなく川沿いを南に進んだところで、山本が間宮少尉を呼び、明日の朝我々は春羽川を越えると言います。驚く間宮少尉に、国境侵犯について君が心配するのはよくわかるが、この話は軍上層部にまで通っている。詳しいことは言えないが、この件は私がすべての責任を負うので任せてもらえれば心配ないと山本が言い聞かせます。先に山本が単独で春羽川を渡り、敵モンゴル軍のパトロールがいないことを確認してから、間宮少尉3人も冷たい川を渡り国境を越えます。その夕方、山本はしばらく出かけるのでここで待機してほしいと言い、合流してきたスパイのモンゴル兵2人と一緒に馬に乗って走り去ります。その時間宮少尉は山本が特務機関に所属する情報部の将校だと確信します。残る3人で野営を設置し、見張りに立っていた間宮少尉は地平線を見ながら日本の故郷を思い出し、自分が世界の果てに置き去りにされたような感覚になります。生まれ故郷ならまだしも、軍事的にも産業的にも価値のないこんな雑草だらけの広大な土地のためになぜ命を懸けて争わなければならないのか。こんな荒れ地のために一つしかない命を捨てるなんてあまりにも馬鹿げている。
翌日の夜明け時になって左腕に怪我を負った山本が戻ってきて、間宮少尉に直ちにここを引き上げて満州に帰るぞと告げます。4人は速やかに野営を引き払い、春葉川を渡った地点まで引き返します。山本が間宮少尉に今までに誰かを撃ったことはあるかと尋ねます。ないと答えると、実は軍司令部に届けなければならない書類がここにあるんだが、もし送り届けるのが不可能になった場合、これは絶対に処分しなければならない。何があってもだ。もしまずい事態になったら、私を迷わず撃ち殺せ、という山本。間宮少尉は黙ってうなずきます。夕方になって4人が川を渡る地点にたどり着いたとき、すでに敵モンゴル軍の小部隊が展開していました。山本は夜にそっと川を渡るしかないと判断し、午前3時の作戦決行まで4人は交代で睡眠をとることにします。山本はテントの中で横になると、重要書類の入ったカバンを枕元に置いて眠ります。緊張のせいで眠れない間宮少尉はテントを出て、見張りの本田伍長に、ここで死ぬかもしれんな、と話しかけると、口数の少なかった彼が、少尉殿は我々4人の中で一番長生きし、日本で死なれます。不思議ですが、私には昔からそういうことがわかるのです、とはっきり答えます。それ以上何を話しても、見張りに集中する本田伍長には聞こえていないようなので、仕方なくテントに戻り、目を閉じると、間宮少尉は深い眠りに落ちます。しかし、銃を向けられた音で間宮少尉は目を覚まします。そして誰かにこめかみを靴底で蹴り上げられます。いつの間にかテントが取り払われた星空の下、敵の猛虎兵たちに囲まれていたのです。無抵抗で横になっている山本の表情を見ているうちに、間宮少尉も事態を把握してきました。猛虎兵が山本の枕元にあるカバンを取り上げて逆さに振りますが、何も落ちてきません。間宮少尉はいつも冷静沈着な山本の表情が一瞬崩れるのを見逃しませんでした。確かに山本がカバンに入れるのを見たはずなのに、なぜか重要書類が消えてなくなっているのです。猛虎兵たちは二人の着ている服を全部脱がせて、武器や時計などすべての持ち物を調べると仲間同士で奪い合います。凍てつくような寒さの中、裸の二人が紐で固く縛り上げられると、見張り中に背後から襲われた浜野軍曹の死体が引きずられてきます。彼らは浜野軍曹の死体も裸にし、彼の母親の写真を地面に投げ捨てました。一瞬目があった山本が何を考えていたのか、間宮少尉には理解できました。本田伍長はうまく逃げることができたのだろうか。夜が明ける頃、ソ連製の偵察機が着陸し、猛虎兵がトレンチコートを着たロシア人の将校を連れてきます。ソ連軍の将校が無表情の山本に、我々はあるものを必死で探している。そして君がその書類を持っていることも知っていると質問しますが、山本は、あなたの言ってることは理解できる。しかしその書類について私たちは何も知らない。領土に入ったことは申し訳なく思っているとすでに死を覚悟している様子。もう一度だけ尋ねるが、書類のことは本当に知らないと言うんだねと繰り返されても、ニエトと断固拒否する山本。ロシア人は結構と言い、蒙古人の将校に合図を送ります。蒙古人は取り出した鋭いナイフで山本の全身の皮膚を次々と冷酷に剥いでいきます。山本の悲鳴が続く中、間宮少尉は何度も吐き続けます。そして血の海になった地面に山本の死体が転がされます。ロシア人の将校は間宮少尉を見ながら、この男は本当に知らなかったんだな。ということはつまり君に利用価値はない。可能性は少ないが、君には生き延びるチャンスをやろう。と言い捨て、偵察機に乗って飛び去っていきます。間宮少尉は残された蒙古兵たちに裸のまま馬に縛られてどこかに運ばれながら、自分はまだ呼吸をし、こうして生き延びている。そしてこの中国大陸で死ぬことはないという本田伍長の言葉を思い浮かべます。蒙古兵たちの馬で地面に掘られた井戸の前まで連れてこられると、間宮少尉は井戸の中に放り込まれます。深い井戸の底に体が叩きつけられて気を失いますが、蒙古兵たちが上から浴びせかける小便のしぶきで意識を取り戻すと、彼らの笑う声がし、馬が走り去っていくまでじっと耳を澄ませます。
自力では地上まで這い上がることが不可能な足場もない深い井戸の底で動けない痛みに耐えながら自分の置かれている状況を少しずつ把握し、間宮少尉の方に涙が流れてきます。それからどれくらい時間が経過したのか、ある時点で太陽の光が何かの啓示のように暗闇の井戸の中へ差し込みました。息もできないほど暖かい鮮やかな光の洪水が間宮少尉の体を優しく包みます。そしてわずか十数秒で元の深い暗闇に戻ります。角度の関係で井戸の底に日差しが差すのは一日のうちでたった一度しかない現象なのです。ろくに体を動かすこともできず、水も食料もない深い絶望と孤独に打ちひしがれながら、遠い星空を見て、ただあの光の到来を待つしかありませんでした。そしていつの間に眠っていたのか、間宮少尉が目を覚ますと、再び圧倒的な光に包まれていました。体中の体液が涙になって、目からボロボロとこぼれ落ちます。この素晴らしい光の中で死にたい。ここで自分は死んでしまうべきなんだと、両手を広げて受け止めようとしますが、その光はやはりあっけなく消え去ります。抜け殻のようになった間宮少尉に、中国大陸で死ぬことはないといった本田五長の言葉が蘇ります。あの光が来て去っていった今、間宮少尉には彼の予言がはっきりと信じられるようになりました。自分は死ぬべき時に死ねなかった。ここで死なないのではなく死ねなかったのだと。そして3日後の朝、直感的に書類を持って一人テントを抜け出していた本田五長に井戸から助け出され、司令部のトラックで間宮少尉はハイラルの病院に運ばれました。話も一区切りし、これ以上長居すると新幹線の出発時間に遅れるという間宮さんを、徹はバス停まで見送ります。別れ際、間宮さんは、私の人生はあの砂漠の井戸の底に差し込んできた光に命の核を焼き尽くされてすでに終わっていたのです。あの数秒の光は私にとってそれほど神秘的なものでした。と徹に言い残し、深々と頭を下げてバスに乗ります。徹が家に戻り、受け取った本田さんからの形見の品を開けてみると、ウイスキーのカティーサーグが入っていた外箱だけ。本田さんが徹に残してくれたのは空っぽの箱だったのです。そして第2部予言する鳥編へと続きます。岡田様もよくご存知のように、ここは暴力的で混乱した世界です。そしてその世界の内側にはもっと暴力的でもっと混乱した場所があるのです。お分かりになりますか？起こってしまったことは起こってしまったことです。妹はその傷から、その汚れから回復するでしょうし、また回復しなくてはなりません。それはありがたいことに致命的なものではありませんでした。これは妹にも言ったことですが、もっとひどいことにだってなり得たのです。